自家製にこだわったりとか、一個一個コンテストやるつもりでし続けることですかね。自分ができることだったらもう全部答えようかなと思った感じですね。フラワーなので、それはい何ですか？よろしくお願いします。コンテスト用に作ってたやつをもうそのままお客様にっていうのに落とし込んだ作り方もそのまんま何一つ簡略化もしてないですね。構成はグラサージュ、蜂蜜風味のチーズムース、パッションとアプリコットのジュレが来て、でパッションキャラメルのソースが来て、蜂蜜のクレームが来て、蜂蜜の生地が来て、でピーカンナッツのバタークリームが来て、でメレンゲですね。いちごのケーキなんで、時期によって。そうね、時期によって移り変わりは激しい方だと思う。これはイオって言って、構成的にはミルクチョコと、レモンと、ヘーゼルナッツ。グラサージュはキャラメルのグラサージュですね。グラサージュのその種類によってちょっとかけれる温度帯が全然違うんで、ミエルとかだったら34から5ぐらいで、イオとかだったらもう40度とか、もうそのものによって温度は全部変えていきますね。
ビジュルージュがピスタチオとベリーのケーキになって、ピスタチオ風味のチョコレートと、周りにローストしたピスタチオ砕いた分を結構自家製は作りますね。やっぱり専門店なんで、ね、最近の既製品も安いし美味しいのもいっぱいあるんですけど、それを使って作るよりもちょっとでも、自家製に作れるものは作ってやってますね。個人でちっちゃくやってる規模なんで、そこは効率よりも、自分のこだわりというか作り込めるものは作り込みますね。慕ってるシェフの方も、一個一個コンテストやるつもりで作っていればいいよっていう形に言ってくれたんで、構成もそこまで複雑ならずに、自分の個性が出せるように意識してますね。いちごの層来て生クリームだけの層が来ていちごの層が来るので、それでだからスポンジも含めたらなんぼや246になるんですかね。ケーキを作る上では工程多くなりますけど、一つ多く入れてみようとか自家製にこだわったりとか、目でも見ても楽しんでいただけるようにそういうふうにはしてますね。
かもしれない。ベルローズって言って、まあ、食用のバラですね。バラの花で。これベビーサークルで、まあ、うち2歳の子供男の子1人いるので、まあ、実家の方にも子供預けれない時はもうお店で一緒に。今日はお子さんは今日も来ますね。妻が家でいろいろ用事済ませてから一緒に連れてきてくれるので。すいません、おはようございます。朝は一緒にケーキはやっぱり仕上げてもらうので、朝一緒にケーキ仕上げるのと。奥さんもケーキを作られる？妻も作れます。もともとパティシエ、今もパティシエなんでもともとっておかしいよな、今もやな。だからケーキも考えてもらいました。やっぱ僕一人じゃ限界はどうしてもあるんで、このサバランとかも妻に考えてもらいましたし。奥様考案の。そうですね、サバラン、伝統菓子とか、まあ、パン生地にシロップ染み込ませて食べるケーキなんですけど、僕お酒が全く無理なんで香り付けぐらいにしか使えないです。自分が食べれる範囲でしか使えないんで、だからお酒はもうほんとうちはよその言う香り付けよりもしかしたら薄いかもしれないですけど、まあ、結構うちのお客様お子様連れが多いので、まあ、子供が好きそうなミルクチョコで考えて、でお酒も使わずに作った感じですね。そういうケーキはアレルギー対応のクッキーとかワンちゃん用のお菓子とかケーキとか作ったりしてますね。洗濯物やご飯作ったり掃除して子供の準備してきました。いや、いつもはもっと騒がしいんですけど、なんか今日はおとなしい。そういう電車なの？
なんですけど、下がサバランで、お酒入りのシロップをたっぷり染み込ませたパンみたいな感じのやつです。このケーキは奥様が考案されたとか。あ、そうですね。もう旦那が下戸なんで、事故。はい、お酒飲めないんで。若干ほら歩く、よく歩く、よく歩く。抱っこして、
あれは鳥の歌は小鳥の歌あれ歌わないの恥ずかしいな。これこうの方がいいかなこれだったらこうでいいじゃん11、あ、でも結構もう余裕だうてな。これでいいんじゃないこれあこうは反対はそうだ反対。これでいいかな。いいんじゃない。もともと出し始めたのが夏頃っていうのもあるんですけど、まあさっき仕上げてたイオは、自分の息子の名前をつけてるんですけど、子供なんで元気いっぱいなところと、走り回ってるって言ったら大概お花のあるとことか草原とかがイメージしてるんで、お花を上にちょっと乗せたいなと思って、子供だったらもうチョコが好きなイメージがあるんで、それでチョコで飾り付けてって形ですね。生ハスもそれする？いや、そんな汗余ってるでしょ。あ、余ってるけど、でも
使ってるのが蜂蜜なので、これは分かるように蜂の巣とこの黒の巻きが蜂のお腹の縞模様をイメージしてて、でうちのブルエッタの看板にも看板にも書いてあるヤグルマギクのフランス語でブルエっていう花なんですけど、フランスの国の花なんでブルエじゃなくて、ちょっと女の子っぽく可愛らしくそのエッタってちょっとつけたのがお店の名前の由来ですね。今は16、7ぐらいですね。土日とかその曜日によって種類も減ったり増えたりするんで、今日は祝日なんで16種類ぐらいですかね。やばいやばい、時間が。バタバタしてきました。ああ、そうですね。あと30分しか。はいはいはい、脱ぎしたね。僕もお菓子の中で一番シュークリームが好きなんで、実家もケーキ屋っていうとこもあって、で父が作るそのシュークリームのカスタードがすごい好きで、いろんなお店いろいろシュークリームとか食べたりカスタードとか食べたりするんですけど、やっぱり父のものが一番美味しかったんで、もうレシピはだからそのままいただいて、皮は実家とは違うんですけど、さっくりした皮の方が好きなんでそれに合わせて、でカスタードも合わせる、生クリームと合わせる時は完全に混ぜきるんじゃなくて67割ぐらいの合わせ度合いで、生クリームの部分とカスタードの部分でちょっとその違う味と口どけで、結構お客様も今まで食べてきた中でシュークリームも一番美味しいっていうので遠くの方から買いに来てくれる人もいますし、午前中とかにはなくなっちゃう時があるので、シュークリームが売れてくれると僕もやっぱり嬉しいんで、父からもらってるそのレシピでやってるので、僕だけじゃないんで僕だけじゃない。おい、そのまま開けれる？
りがとうございます。ありがとうございました。そうですね、妻が好きなので、はい、母の日で2人でプレゼントしようって言ってきました。今日はいちごのタルトとモンブランとを、はい、買いました。これ母の日とか誕生日とか特別な日とかにもよく来ます。お母さんに何かメッセージというかありますか？なんかいつもご飯作ってありがとうみたいな。だから生クリームとかだったらうちその九州産のオウム乳業っていう生クリーム使ってて、結構九州産の生クリームであっさりしてるんでムースとか作る時にその出したい味とか素材の邪魔をイメージした通りの味が作りやすいので、そこはもうやっぱ自分の作りやすいものができるね、値段は関係なくオウムさん使ってて、うちのだからスポンジのシャンティとかだったらこの 40% だけで使ってますね。純生なんで、結構扱いは難しいんですけどすぐだれてきたりとかするので、うちは安定剤が入ってる生クリームは一切使用してないですね。入れるとやっぱり作業面ではすごいやりやすいんですけど、それはこっちの都合であってお客様の都合ではないので、そういうとこではこだわってるのかちょっと何とも自分では言えないんですけどやってますね、そういう。前のお花屋さんともちょっと仲良くしてもらってるので、焼き菓子とその向こうのお花屋さんと一緒にしてギフト、ちょっと母の日限定なんですけどはい、後でね、看板もそうですけどお花でやってるので、飾りにもお花は使うようにはしてるんですけど、お店にあって飾るお花とかをよく買いに行かせてもらってたんで、そのつながりでしようかなと思って、こちらからお願いして、でそこから一緒に作ってもらってますね。じゃあ4つですね。お待たせしました。ありがとうございます。マッシュキャラメルが入っております。あといちごのレモンありがとう。お母さんはいらないです。普通にいつもありがとうございます。はい、かしこまりました。少々お待ちくださいね。こちらのメッセージでよろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、クリーム4つ。4つで、はい。最後おまとめしております。
お開けします。いちごのクラフティーと、シトロンとサワラオレンジです。なんかね、結構美味しいよねっていう話になるみたいで、なんか初めてから買いに来て美味しいよねってなって、またなんかリピートするみたいな感じでしてるみたいです。ではこのようにさせていただきます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかでクラフトに出てたんですけど。半分に切って、そう両サイドだったけど、今もう同じような感じで、挟めとかなとね。お待たせしました。横にろうそく大きいのと小さいの5本ずつつけてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれはデコレーションご予約のケーキで、お客様がサンドがバナナがいいっていうふうにおっしゃったので別で作ってますね。せっかく誕生日のケーキとか記念日なんで、自分ができることだったらもう全部答えようかなと思った感じですね。ほとんど毎日時間があったら来ておりますね。もう奥さん覚えてくださってるからさっと出してくださるから、優しくしてくださるからね。で私の好みをもう覚えてくださってるからね、嬉しいです。嬉しいですね。憩いの場ですね。そうです。あなたがおっしゃる通り憩いの場です。
お客様が少しでも幸せを持ち帰っていただいて、周りの人も幸せになって伝播するみたいなのが私の中で理想の形なんですけど、笑顔で接客することと、お客様のご要望を汲み取ってお伺いする形ですかね。はい、いつもショートケーキをイートインで。イートインで、はい、かしこまりました。ありがとうございます。仕事終わりはお家の近くに公園があるんで、そこで2人でずっと遊んでたりとか、土曜日日曜日とかやっぱり朝結構ケーキの数が量が多かったりしたらこの中に入れっぱなしになっちゃうんで寂しがってると思いますね。もうなんかふて寝みたいな状態になったりはしますけど、できるだけは時間はお店の中でも取れるようにはしてますね。もう子供にも妻にも助けてもらってるんで全然大変とは思ったことはないです。僕はだから家のことはもう妻に任せてるので、なんか僕はだからその分こっちに集中させてもらってるんで、なんか休みらしい休みもなかったんで、今ではできるだけ家族の時間と作るっていうので休みは取るようにはしてますけど、働くのもなんか生活の一部になってるんで。息子様の将来というか同じパティシエ、いやー一切ないですね。ここ継ぎたいって言ったとしてもそれは継がせる気は今のところ一切ないですね。僕もだから親がパティシエでそういうイベント時とかだったらほとんど、ね、何日も顔見ないとかはあったんで、この子は多分これから体験するんで、その体験した上でそれも覚悟でなるんだったらいいと思います。もうこの子がしたいって言うんだったら1回は止めますけど、この子の覚悟次第ですね本当に何も求めないです。もう普通に元気に楽しく笑って、ただ我慢せずに何でも言えるようになってくれたらいいですかね子育てもはいされつつ販売もしてすごい大変じゃないですか。いや、そんな大変だと思ったことはないですね。子供がイヤイヤ期なんで「いや」って言われた時は大変やなって思いますけど、全部楽しいですね。ちょっと寝てたりとか、さっきも寝てましたけど、寝顔が可愛いなとか、ママ抱っこしてっていうのとかもなぜ可愛いですよね存在はもちろん大きいですし、助けてもらえたり逆に助けたり、お互いで補い合うような大事な存在ではありますね。いつもありがとうですね。2人ともいつもありがとう、感謝してます。
2年目なんですよ。二年目ですね。去年オープンしたばかりなんですよ。もともと僕はだから実家もケーキ屋でそんなに独立するっていうつもりは個人的にはなかったんですけど、妻がもともとやっぱ自分のお店を将来的に持ちたいっていうのはずっと聞いてたので、それだったら、僕もじゃあ一緒にやろうかなっていう形で、お店をし始めましたね。最初は結構チラシとかも巻いたんで、結構お客様もそれで来てくださってて、でそこから2月からなんでおひな祭りから始まってホワイトデー卒入学式来てゴールデンウィークと、この母の日まで今年で来てて、あれは多分80連勤ぐらいしてたよね。そうだっけ、お店の休みの日も来て朝から晩まで同じ時間働いて、で結局だからあれ6月に家族みんなで体調崩して、ああそうだね、何回かみんなで体調をそう崩したことがある。体調崩してっていう、だからそういう嬉しい悲鳴では、最初から来てくれありがたかった。今社員の子がいますけど、いない時は一人でずっと5時半出勤をしてて、帰ってくるのも9時とかそこら辺になってたりとかもしてたので、そういう時は子供はおばあちゃん家に遊べて一緒に遅くまで働いてたりはしたんですけど、すごいなという思いですね。もうありがたいですね。感謝ですね、本当に。最初の去年1年間はもう僕がやりたいことをやってる中で、もうずっとサポートに回ってもらってるっていう形にはなってましたね。妻ももちろんパティシエなんでお菓子作りたい気持ちもあった中で、ちょっと僕が1年間結構自由にやらせてもらってて、自分も楽しみもありながら、でも2人のお店だから2人で作りたいなみたいな気持ちもあって、文句じゃない、ちょっと話し合いとかも何回もして、僕は朝一で来てますけど、妻はずっとその睡眠時間とか体調とかすごい気遣ってくれてて、役割分担っていう形で、僕がずっと朝は行くんで、だから子供の朝の準備とかはお願いねっていう形でずっとやってもらってたので、すごい支えてもらってるのでありがたいですね。2歳2ヶ月3ヶ月彼がいるからお店も頑張れますし、彼とお客様だとお客様は当たり前だけど、そうだ、お客様は当たり前だけど、自分たちがしんどくても頑張ろうって思えるのはやっぱり子供がいるからですね。支えてももらってるの。しんどくなったら、ちょっと思い浮かべてしまいますね。ありきたりやけどそうなっちゃうよな。厨房によってお客さんが、そうだね、お客さんもやっぱり子供がやっぱいるっていうだけでちょっと敬遠するお客さんも最初はいるかなと思ってたんですけど、結構やっぱお客様みんな温かい目で見てくれてて、息子にむしろ会いに来てくれるお客様とかもいらっしゃるので、見守ってもらえてるのがすごいありがたい。本当にそうだよね。孫のように思ってくださる方がもう割といらっしゃって、本当ありがたいです。本当にお客様にありがとうございますという感謝の気持ちでいっぱいです。至らない点も多々あると思うんですけれども、精進してまいりますので、これからもよろしくお願いします。ここが美味しいって言ってくれてるお客様はやっぱそれを裏切らないように、品質も落とさず、僕らも怠けたりもせず、一つ一つやっぱりこだわって、真摯にお菓子に向き合って、いいものを作っていけたらなとか、作っていきたいと思うので、よろしくお願いしますかな。お願いします。いつもありがとうございます。本当に皆様に助けてもらってるので、本当にありがたい。ありがとうございます。ありがとうございました。季節ごとで果物だったりとかいろんな種類のケーキが揃ってるので、もうすごい気に入りました。本当に全部こだわって作られてて、来るたびに1種類ずつ制覇していってます。減らそうと思ってるんですけど、これ作りたいなって思って作っちゃうんですよね。でお客様があれ美味しかったよって言ってくださると、じゃあ残しとこうかなと思って、じゃあだんだん増えちゃうんですけど、いっぱいある方が楽しいじゃないですかっていう。
専門学校を卒業して神戸のケーキ屋さんで 3,4 年働いて、そこから東京のケーキ屋さんで 3,4 年働いて、その後こっちに戻ってきて神戸のホテルで10年ぐらいですかね、はい、働いた感じですね。一番は前のホテル辞めたことで、次どこ行くかってなった時にシェフ候補で入るようなケーキ屋さんがあったんですけど、まあそこでアルバイトしてみたいなやってた時に雇われ店長みたいになってみたいなことを考えてて、これって雇われ店長するぐらいやったら自分で店を起こした方が、まあ失敗した時も早めに失敗した方がええしみたいな、じゃあ自分でやった方が良くないみたいなことを思い出して、まあ申し訳ないんですけど、まあシェフ候補で入る予定やったところはちょっとやめてっていう感じで、もう勢いですね、そこからは。
本当は減らそうと思ってるんですけど、なんかこうこれ作りたいなって思って作っちゃうんですよね。でお客様があれ美味しかったよって言ってくださると、じゃあ残しとこうかなと思って、じゃあだんだん増えちゃうんですけど、いっぱいある方が楽しいじゃないですかっていう、めっちゃ難しいとこなんですけどね。最近のケーキ屋さんやったらこう洗練されたケーキをこだわってるからっていうのもあるけど、10種類ぐらいでもう抑えてみたいな、あと焼き菓子で売り上げ立てるみたいなところとかもあるとは思うんですけど、目指したいですけど、そういうところの方が絶対体的にも楽だと思うんで目指したいんですけどね、なんかやりだしたら楽しいんですよね。だから今流行りのやつなんかデザイン見つけたらこれやってみようみたいな、真似しようみたいなとかもありますし、おもたせに使ってもらいたいなとか思っておもたせ用のケーキ作ったり、これやったら運びやすいやろうなとか、そういうのをこう言ったらチャレンジずっとしてるような感じですね。
これ桃コンポートってシロップにしてるんですけど、赤ワインでそれのシロップで作ったゼリーですね。今日は2種類ですね。土日とかなんかイベントごととかの時は多めに出すようにはしてる感じですね。8個前後でなんで、150とかそれぐらいですかね。多い時やったらプリンとか多めに出せるんで、それ言い出したら多分もっともっとですね。やっぱ一人で作られるってかなり大変じゃないですか。そこまでですかね。慣れてしまうと次行きたくなるんで、また個数増えたりなんかややこしいの作ったりするんですよ。桃のソースですね。
コンセプトというか、ちょっと女性が喜ぶようなフォルムがいいかなと思って、メロンのショートケーキも涙雫型の絞りしてるんですけど、柔らかめでスンってなってるような形が可愛いんかなと思って、シュークリームもああいう形にしたんですけど。あれ意外と焦げっぽいですけど、焦げ味しないんですよね。カリカリ持たないんですよね、結局ね、家帰った時に。今から桃のパイタルトを作り何個出そうかなって思ってるんですけど、今日ロールケーキ出したんで置く場所がちょっと。このショーケース半分ぐらい桃にしたいんですけどね。桃をパイタルトにしたい。気持ちいいんですけどね、つるんっていったら。他のお店は多分クッキー生地なんですよね、タルトが。でもうちはパイ生地でやってて、パイだと水分を吸うとある程度しなってなるんで、一体感が増すというか、その食べた時に違和感がないみたいな、飲めますね、あれは。
せん、こんにちは。お待ちしておりました。こちらですね。ご確認お願いします。大丈夫ですか。すみません、お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。お渡ししますね。ありがとうございます。暑い中ありがとうございます。またのご利用お待ちしております。ありがとうございます。本当ですか。材料はまあこだわってないわけじゃないですけど、一番こだわってるのは焼きですね。焼き加減ですね。口の中で溶けるような感じの焼き加減。焼きすぎると硬くなっちゃうんで、ガトーショコラがお菓子みたいなガトーショコラになっちゃうんですよね。自分が求めてるのは焼き菓子みたいなガトーショコラっていうよりかは生チョコみたいなガトーショコラっていうイメージですかね。ほんまに一般的なガトーショコラですけど、焼き加減で全然違うんで、フォークを刺す感触とか食べる時の食感とか下にまとわりつくみたいな感じも全然焼き加減だけで全然違うんで、同じルセットやったとしても一人で仕込んでる時はヒヤヒヤしながら仕込んでます。ちょうどこのタイミングで出したいってなった時はお客さんに「ちょっとすいません」って言って焼いたやつ出すだけ出して出す時間もらってみたいな、まあお客さんも一人でやってるからっていうので「あ、ええよええよ」って言ってくれる感じですかね。皆さん分かってくださってるというか。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。あと今日クロワッサンでクリームは入れれるんですか。少々お待ちくださいませ。はい。クリームがちょっとロスになるの嫌だったから、それでやり始めたんですけど、人気になっちゃって。
で私がパフェ。まずモンブランと、はい、メロンショート。はい。僕じゃメロンショート。うん。これで、はい。クロワッサンも1箱にまとめなんですけども、よろしいですか？はい。ケーキだけじゃなくてクロワッサンがあったことに私はすごいびっくりしてケーキも美味しいのにクロワッサンも美味しいって種類が多いのがすごい楽しみでインスタ見るのがすごい楽しみで中に何が入ってるのかとかなんかやっぱりその季節によって中身が変わったりとかっていうところもすごい楽しみですよね。どういったところが何かその魅力というかあまりケーキ屋さんが近くにないっていうのと季節ごとで果物だったりとかいろんな種類のケーキが揃ってるのでケーキも買えてパンも買えてどちらも美味しいっていう、もうすごい気に入りました気に入ってます友達にも紹介したらすごい美味しかったとかって言って喜んでもらいました。あとは、冷やして明日カットですね。じゃあそれを6個。6個。はい、ありがとうございます。初めてなんですけどいつも商品がだいぶ売れてて買えなかったので今日は外から見たらたくさん残ってたんで買おうかなと思って来ました、種類がすごいいっぱいあって全部制覇したいなと思いますね失礼いたしました。ではお開けいたします。はい、メッセージお決まりですか？お誕生日おめでとうで、少々お待ちくださいませ。じゃあお願いします。結構通われてるんですか？そうですね、イベントごとにも結構利用させてもらってます。本当に全部なんかこだわって作られてて、なんか来るたびに1種類ずつ制覇していってます。もうそのままお渡しになります。大丈夫です。お分けしますね。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。またのご利用お待ちしております。すみません、お待たせしました。お伺いします。接客のこだわり、サービスのこだわりっていう方が強くて、どんだけ味良くてもサービス接客が悪かったらリピートにはつながらないっていうの分かってるんで、お見送りできる時はしっかりするとか、両手塞がってたらドアお開けしますねとか、ベビーカーのお客さんがいらっしゃったらお先にお開けしますねとかいう一言とかですね。まあ自分がやられて嬉しいことをやるじゃないですけど、ちょっとした気遣いできるようなことをまあですね、アルバイトの方にもお願いしてますし、自分でもなるべくしようということは心がけていますね。すいません、お待たせいたしました。
今日ちょっと妻がなんか会社の試験受かったっていうことで2人で食べようかなと思って、はい、妻もここのお店すごい大好きで、私もすごい大好きで、はい、喜んでくれるといいですね。はい、喜んでもらえるとありがたいですね。はい。はい、それでは計7点ですね。少々お待ちくださいませ。近所なので家族の誕生日ケーキとか買わせてもらってます。でもプリンよくパクパク食べてますね、子供も。すいません、また残りお待ちしております。ありがとうございます。とりあえず10年は続けたいなっていう、知り合いの店とかもみんな10年続いてるんで、それに負けないようにっていう感じですね。で大きくできたらいいですけど、とりあえず地域の皆さんに満足してもらえる、満足してもらってから、大きくするならしていこうかなっていう感じで、今はまだ途中ですね。まだ全然なんで。お菓子の魅力といえば色彩の豊かさ、華やかさであると思うので、この色足りてないなって思ったら、その色に合わせた商品考えて提案したりとか工夫しながら今までブラッシュアップしてきた感じですかね。可愛いかなみたいな感じですね。賛成。やっぱ追求していくとなかなかうまくいかなくて、もうちょっともうやめようかなと思ったこともあるけど、やっぱり諦めずにやり続けるとできるようになるっていうことも教えてもらえたかなっていう感じはありますね。お待たせいたしました。お選びいただきありがとうございます。ルクサルドグランプレミオっていうコンクールで優勝した時のケーキになります。フランボワーズのゼリーとバニラのブルレチョコレートの生地にチョコレートとキャラメルのムース
でそこにヘーゼルナッツのダックワーズ123でマリ入れたら6かな。洗練された感じ目で楽しめて、で味もいいお味です。ありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしております。7周年なんで、次8年目入るのかな。昔は結構なんかいろんな複雑な味わいを重ねることに意義を感じてたんですけど、やっぱり年も重ねてきてシンプルだけどいかに美味しいものを作れるかっていうところにすごくフォーカスしてますね。でもちろん僕は僕のやるべきことはやるんですけど、自分でどうとかっていうよりはみんなでどう作っていこうかみたいな感覚なので、みんなのカラーというかを一つにして独自のものを作っていくっていうのも店名にふさわしいお店のあり方じゃないかなっていうのは思います。はい。白いのもちょっと若干曲がってるからまっすぐしてくれる。その後ろ。ありがとうございます。基本的に焼き物とムースの仕上げ、上のコーティングをかけたりとかして、で、向こうの台の方で、予約のデコレーションケーキやショートケーキと、あとタルトを向こうで、仕上げていく。もうすぐ妻が来るんですけど、それを手伝いながら、で、最後にみんなで、一斉に仕上げるっていう感じで仕事してますね。1時間後ぐらいに来るはず。子供のちょっと機嫌にもよるところはありますけど。
レモンケーキの、表面に粉糖とレモン汁を合わせたものをコーティングして、そうすることで、シャリッとカリッとした食感の砂糖がけをすることで、中のふんわりしたレモンケーキとの食感のコントラストを出すようにしてます。その作業を今やってます。3人とも4月から入社したスタッフたちなんで、僕は見守りつつ自分たちで考えて自分たちでなるべく相談して仕事をしていくように、指摘するとこは指摘するけど、なるべく自分で考える力をつけてほしいので、ある程度任せるようにしてますね。石尾さんどれ見て。出してないな。これ出してないです。乾燥防止と艶出しのための。はい。ちょっと冷やしといて。これは、ルブランといって、ホワイトチョコレートとマスカルポーネのケーキなんですけど、それの、コーティングのチョコレートを今溶かしてます。温度が大切で、毎回状態が違うので、その状態も見極めつつ、ベストなところはどこなのかを見極めて。
バニラとホワイトチョコレートのケーキなんですけど、ちょっと香りの隠し味にトンカ豆で香りを抽出してて、トンカ豆でそのバニラの良さをより引き立ててます。昔は結構なんかいろんな複雑な味わいを重ねることに意義を感じてたんですけど、最近はいかにこう無駄をそぎ落とせるかどうかのお菓子にシフトしていってるような。やっぱり年も重ねてきてシンプルだけどいかに美味しいものを作れるかっていうところにすごくフォーカスしてますね。そんなんできます。いや、息子さんも一緒で。あ、そうですね。今だけ。それでそのまま行って。これそう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 。今はイチジクが旬の時期ですんで、兵庫県産の旬のものを使ってますね。なるべくそういうふうに自分ので選んだものを使いたいなっていうのは思ってますね。はい、余ってます。はい。いいよ。もうそのまま渡すから。毎年桃をお願いしてる宮田ピーチさん、どのように作られてるか収穫されてるかを見に行きましたね、みんなで。作り手としてやっぱりどのように素材も作られているかということを知ることっていうのはとても大切だと思うので、そういうところをこれからちょっともっとどんどん
掘り下げていきたいなっていうのは思いますね。なんで、まあ、もう少しした一部でできるんですけど、シュートもで、イチジク、そうですね、イチジク。シャインマスカットもショートケーキにした時にフォーク入れた時に皮が厚いと引っかかってしまうので、切れ目を入れることでフォークに取りやすいようにちょっと工夫して一手間入れてますね。なんかもしちっちゃいボール入れたら言ってください。ありがとう。あとカスタードクリームにヘーゼルナッツのペーストを合わせたクリームです。こ
イタリアファッションというテーマの時に優勝して、ボタンのパーツを使った飴細工のベースモンって作ったんですけど、まあそれの着想をヒントにボタンでつなぐっていう意味もあるし、お店の打ち出したいイメージにも合うので、あと、まあ僕自身も結構お洋服好きなので、まあ可愛いかなみたいな感じですね。これはミラノですね。ルクサルドグランプレミオっていうコンクールで優勝した時のケーキになります。フランボワーズのゼリーとバニラのブリュレ、チョコレートの、生地に周りがチョコレートとキャラメルのムースで、そこにヘーゼルナッツのダックワーズで、上がフランボワーズのグラッサージュ、まあ、ゼリーのような感じの12345で、マリ入れたら6かな。なんていうの、コンクールとかこう戦うためのお菓子というか、まあ僕もこれ考えたのももう10年ぐらい前のケーキなので、今年に入ってちょっとだけ微調整はしましたね。やっぱり10年前より自分も成長してるし、まあ、大きく枠は変えずにちょっと油脂分とか糖度であったりとか、そのグラムのバランスとかを整えながら、そのブラッシュアップは続けながら思い入れもあるお菓子なので出し続けていけたらなと思ってます。
席っていうのがテーブルとかにあったりし、あとコスの方バナナの全部。でも秋のもの、モンブランも今からやりますし、ナッツとスパイスのケーキであったりとか、秋冬を感じられるようなラインナップにはしてますね。バンジュとかにもう一人友達呼んできた。もうちょいでここに来る。待ち合わせしてるの？うん。ちょっと遊びに来ました。多分なんか低かった時にそれを使ったよ。これはルショコラっていうチョコレートケーキの上にかけるココアの、グラッサージュっていうんですけど、ツヤのあるチョコレートソース。緊張するな。
やはり前日に仕上げてしまうと艶が消えてしまったり美味しさにもやっぱり差が出てしまうので、お客様に食べてもらうまでの時間を短くできるように当日の朝仕上げてますね。あ、いや別に空いとっても大丈夫。これはピスタチオとグリオットチェリーのバタークリームのケーキです。はい。4つ乗せてるんです、35で。とりあえずショコラもらっていい？これで出してみて。7年ですね。7周年なんで、次8年目に入るのかな。初めは自分のもの、お店が自分のもので、自分がこうしたいみたいな、自分の、子供のような感覚ではあったんですけど、それがそういうような環境が変わっていくにつれて、自分は店の一部というか、あくまで自分もお店というものの一つの要因っていう風な感覚になってきたので、みんなで作り上げるもので、もちろん僕は僕のやるべきことは
やるんですけど、僕自身とパレットローブは別みたいな。だから自分でどうとかっていうよりはみんなでどう作っていこうかみたいな感覚なので、みんなのカラーというかを一つにして独自のものを作っていくっていうのも店名にふさわしいお店のあり方じゃないかなっていうのは思いますね。はいバナナと味噌かのプライスが歪んでるのと、ほうじ茶マカロンがずれてる、多分正面が違うかも。やっぱ主役はこっち側なので、こっち側からどう見えるかっていうことが一番大切なので、で若干もうちょい蓋をきれいにまっすぐ、そうそれ白いのもちょっと若干曲がってるからまっすぐしてくれる。艶があるものだけではなくて、クリームの美味しそうな表情であったりとか、焼かれたキャラメルの美味しそうな表情であったりとか、そういうのいろんな表情があるショーケースを目指してやってますね。お菓子の魅力といえばやはりその色彩の豊かさ、華やかさであると思うので、この色足りてないなって思ったらその色に合わせた商品を考えて提案したりとか。してます。はい、いらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。です。バニラ。これはチーズもっと違うもの。水の買ったよ。バーバも買ったよ。フランボワーズすいません。2個。あ、2つ。はい。あ、でも今日だから。あとレモンケーキ2つお2つかしこまりました。お待たせいたしました。お選びいただきありがとうございます。カメラにご来店いただきありがとうございます。ケーキお待
待ちのお客様お待たせいたしました。ご確認お願いいたします。はい、ありがとうございます。お間違いないでしょうか。ありがとうございます。お気をつけてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちしております。夫のバースデーケーキをチョコレートの濃くなる感じとフランボワーズかな、酸味のちょっと効いた感じでいいお味です洗練された感じ、目で楽しめて、で味もすごい調和の取れたというかバランスのいい、ちょっと素人には考えつかない配合されてて美味しいです。見た目ほっそりしてスレンダーでなんかクールな感じなんですけど、すごい熱量のある人なんだなと思って頑張ってほしいなと思って。お誕生日のはい。ホールがスイーツだってないかと思ってた。あ、よかったです。ちょっと注文します。そんなことないかお願いしてなるか。119度まで煮詰めます。これを卵白に注ぎます。熱が逃げないようにこれは色付けした卵白です。まず半分同じ状態に持っていく。しっかり合わせて均一な状態に。ここからが大切な作業で、メレンゲを殺さないように生地に合わせます。ここからマカロナージュと呼ばれる作業なんですけど、生地をある程度すり合わせていって、軽さをちょっとずつ落としていって、いいバランスに整えていく作業ですね。絞った時に広がって、ツヤも出てきて粘りが出てきます。やっぱりアーモンドとかも自然なものなので、その時の油脂分とかが違うし、その室温にもよるので、その状態を見てですね、会話をしながらというか。結構1個大ぶりにしてて、1個で満足感を感じてもらえるサイズ感にしたくて、後ろから板を叩くことで大きい気泡を抜きます。で、上の角を平らにして、高さを、薄くすることで火を通りやすくしてます。
レシートご利用で大丈夫です。かしこまりました。もう少々お待ちください。よろしいですか。で、お会計が1400円になります。よかった、おかけなくなって。ありがとうございます。ピアノのクラスよく頑張ったから子供も毎週、1回2回食べたいってここに来ました。何のケーキが好きか教えてください。チョコレート。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。この表面を乾かしてて膜を作るんですね。でここで一膜作っておくことで焼き上げた時に割れないんですよ。なので雨の日とかはちょっと避けてますね。湿度がないと乾いてくれないので。もうちょっとかな、もうちょっとだけ。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。大きさを。お待たせいたしました。ノアゼットバナナ。お願いします。はい、終わりました。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたしました。お選びいただきありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしております。祖母の誕生日が10月なので誕生日ケーキで今日も買ったんですけど、イチジクとかシャインマスカットとか季節もんで、いやまあ外観がおしゃれやなと思ったんでちょっと気になって入ってで最初買ってすごい美味しかったんで、それでなんかリピートするように。焼き菓子も美味しかったです。焼き菓子も美味しい。今から食べます。ぜひ楽しんでください。ありがとうございます。出来たて焼きたてのありますレモンケーキ。初めてなんです。いただくの。焼きたてを。そうでずっと食べたかったんです。でやっと買えたって感じです。だからめっちゃご縁だなと思ってラッキーです。めっちゃ嬉しいです。焼成の温度低くて焼成を短くすると確かにこの発色は綺麗には出やすいんですけど、中まで火が入ってないマカロンが結構多いと思うので、きっちり中まで焼きながら鮮やかさを失わない焼成温度と焼成時間をすごく研究しました。少しずつ工夫しながら今までブラッシュアップしてきた感じですかね。はい、いい感じ。今日はバッチリ。今日いい感じですね。じゃあこの時も一個一個今日の出来はどうだったかなっていうのを確かめながらやってますね。
なんかボタボタって落ちたね。ほら。実際自分がどんなお店をしようかって思った時にお菓子っていうもののどこに魅力を感じたかというと、僕は鮮やかさに僕は魅力を感じてお菓子屋さんになろうと思ったので、お店を象徴する商品は何だろうと思った時にマカロンをショーケースの上に据えれるようなお店になりたいなっていうところから始めました。でその中でやっぱり本当に結構難しいお菓子なので追求していくとなかなかうまくいかなくて、もうここ1年ぐらいでまあいいかなって思えるこの状態に持ってこれたので、まあそのうまくいかない中にもすごく学びがたくさんあったので、もうちょっともうやめようかなと思ったこともあるけど、やっぱり諦めずにやり続けると問題なくできるようになるっていうこともまあ教えてもらえたかなっていう感じはありますね。ケーキのようなマカロンを目指してて、ピスタチオのクリームの中にグリオットチェリーを入れてて、食べ進めていく中で変化があるような。何でもそうですけど、やっぱり簡単に何でもうまくいくことよりうまくいかないことの方がたくさんあるんですけど、うまくいかないことにこそ学びがあるというか、そこでやっぱ諦めずに踏ん張れるかどうかというか、これに関してもうまくいかないことも諦めずにやり続けたらできるようになったっていうことが僕の財産になるというか、やりきれるかどうか諦めない姿勢が一番大切かな。コンクールもそうなんですけど、やっぱり結果が出るか出ないかとか、うまくいくかいかないかなんて誰にも未来のことは分からないですけど、それを自分を信じることの大切さっていうことをそういうことから学べたかなとは思いますね。なのですんなりうまくいくことよりうまくいかないことの方が人生にとって価値になるんじゃないかと僕は思ってます。僕も入りたての頃全然仕事ができるタイプじゃなかったので、すごく苦労した思い出があるので、どちらかというと器用ですっと何でもできる人より、やっぱりなかなかうまくいかない人の気持ちもすごくよくわかるので、負けずに諦めずに粘り強くやってほしいなと思いますね。自分自身もそういう背中を見せていけたらいいかなというか、今は大変とか辛いことがあるかもしれないですけど、こんな自分でもやることを重ねていけば、ここまで
けるっていうことを見せられるような存在であれたらいいなとは思いますね。モンブラン、モンブラン、はい。